つもご視聴いただきありがとうございます。キャンピングカーを購入して早いもので約1年半が経過しました。今回は我が家の経験をもとにキャンピングカーは新車で買うべきか中古車を買うべきかについてお話ししていきたいと思います。ご視聴いただいている方ですでに購入された方もこれから購入を検討されている方も新車にするか中古車にするか非常に迷うところではないでしょうか。我が家も非常に迷いました。迷いながらも決断した理由などをもとにメリット・デメリットをまとめてみましたので、これから購入を検討されている方の参考になれば幸いです。それではここからはアシスタントのななみさんにバトンタッチしていきます。最後までお付き合いいただければ嬉しいです。はい、ななみです。よろしくお願いいたします。新車のメリット。それではまず最初に新車のメリットについてお話ししていきたいと思います。メリット1、カスタマイズできる。キャンピングカーは居住空間が広いためオプションの種類が非常に豊富です。例えば長期旅が好きな方だとトイレやシャワーをつけたり、料理が好きな方であればコンロやシンクなどが選択できます。このように装備を自分の好きなようにカスタマイズできるというのが大きなメリットの一つとなります。メリット2、アフターケアを受けられる。新車での購入ですと車両の保証期間があるため故障や修理が必要な場合でもしっかりしたアフターケアが受けられるでしょう。我が家は購入して1年間は全く故障もなかったのでビルダーさんのお世話になることはありませんでしたが、他のオーナーさんでは扉が壊れたや棚が壊れたといった声を聞くこともあります。そういった場合の安心感は代え難いものがありますね。メリット3、最新装備。毎年何回もキャンピングカーショーが開催されておりますが、見に行くたびにいろいろな装備が進化していてすごいなぁと思って見学しています。特に進化のスピードが速いのがバッテリー関係ではないでしょうか。キャンピングカーではいかに優れたバッテリーシステムが搭載されているかは非常に大事だと思います。10年前のバッテリーシステムと最新のバッテリーシステムでは雲泥の差があると思いますので、やはり新車の魅力の一つとしては最新装備がついていることだと思います。メリット4、長く乗れる。新車は故障の可能性が低く充実したサポートを受けながら長く乗れると思います。やはり中古車は経年劣化しているため新車に比べると故障の可能性がどうしても高くなってしまいますよね。故障やサポートという意味では新車が圧倒的に安心感があると思います。新車のデメリット。続いては新車のデメリットについてご紹介したいと思います。1、値段が高い。新車のデメリットですが、やはり一番は値段が高いということではないでしょうか。最近のキャブコンですと1000万以上は当たり前で普通車の2倍から3倍程度の金額となっています。やはり1000万を超えてくるとかなり勇気のいる買い物になりますよね。最近ではローンも充実しているようですが、一生ものの買い物になってきますよね。2、納期が長い。数年前よりキャンピングカーが空前の人気となっており、非常に納期が長くなっているようです。先日も大阪のキャンピングカーショーに行ったのですが、とあるビルダーさんの人気車種では納期まで3年かかるというものがありました。さすがに3年という期間は少し長すぎるように思いますが、各社とも納車までに数ヶ月から1年程度の期間を要しているようです。せっかく購入を決断しても納車までに1年を超えていくようなケースは避けたいというのが本音ではないでしょうか。3、完成品がイメージと違うケースがある。長い期間納車を待っていてやっと納車されたと思いきやイメージと違った。こんなケースもたまにあるようです。キャンピングカーのカスタマイズは
車体に穴を開けたり切ったりするので、一度手を加えると元に戻せない場合も多いようです。納車されてから後悔することがないよう、発注時にしっかりとチェックしておく必要がありますね。中古車のメリット。続いては中古車のメリットについてお話ししていきたいと思います。1、値段が比較的安い。中古車は新車と比較すると安く購入できるということが最大のメリットではないでしょうか。また、同じ購入金額であれば新車よりもグレードが高いキャンピングカーを購入できます。ただし、我が家も当初は中古車での購入を検討したのですが、キャンピングカーはリセールバリューが非常に高いため、中古車でも想像以上に値段が高く感じたことを記憶しています。実際に5年落ち程度の普通車であれば新車の半額程度の感覚ですが、キャンピングカーに至っては 20% から 30% 程度しか値段が落ちていないように感じました。2、納期が短い。新車のデメリットでお伝えしたように、新車の納期は非常に長くなっています。ですが、中古車の場合は気に入った車両があれば所定の手続きを行えばすぐに乗ることができるのが魅力ですね。ただし、点検などがあるため納車には1ヶ月程度はかかるそうですのでご注意くださいね。3、オプション装備がついているケースがある。新車を自分好みにカスタマイズするとかなりの費用がかかりますが、中古車の場合、前のオーナーがこだわって装備をつけていることが多いので、購入金額以上の装備が搭載されていることもあるそうです。掘り出し物を見つけることができれば良い買い物ができる可能性がありますので、時間をかけて好みに合った中古車を探すことが大切ですね。4、生産が終了している旧型のモデルに乗れる。現在は生産されていない過去の人気モデルなど、新車ではもう手に入らない車が中古車なら手に入る可能性がありますね。これは中古車の魅力の一つだと思います。5、売却時に高価で買い取りしてもらえる可能性がある。ベース車両の耐久性が高いキャンピングカーは中古車になっても価値が安定しているので、将来手放す時にも高価で買い取りしてもらえる可能性があります。ですので、購入価格と売却価格がそんなに変わらなかったというようなケースもあるようです。6、気兼ねなく使用できる。新車ですと天気が悪い日などは濡らしたり汚したくないという気持ちが働いてしまいますが、中古車だとあまり気にせずに使用できると思います。また DIY 等で壁に穴を開けるのもそれほど気にならないかもしれないので、思い切って自分の好きなようにできるのも魅力ですね。中古車のデメリット。続いては中古車のデメリットについてです。1、メンテナンスの費用がかかる。中古車は年式や走行距離によりどうしても車体や内装の経年劣化は避けられません。故障による修理やメンテナンスにも費用がかかりますので、販売店にあらかじめどのくらいの費用がかかるかを確認しておきましょう。2、メーカーでのサポートが受けられない場合がある。購入する中古車によっては使われている部品や装備品のメーカーサポートが終了している場合があります。事故や故障した時に対応してもらえない、部品交換ができないなどサポートが受けられないこともあるようです。購入時はサポートや保守の期間についてもしっかり確認する必要がありますね。3、希望に合う車両がなかなか見つからない。最近のキャンピングカー人気により、良い状態のキャンピングカーは市場に出るとすぐに売れてしまうそうです。希望通りのキャンピングカーに出会うのはなかなか大変なようで、根気よく探す必要がありますね。希望のものが見つかったらできるだけ早く購入を検討することが大切です。以上、中古車のデメリットでした。キャンピングカーの中古車を購入する際のポイント。ここからはキャンピングカーの中古車を購入する際のポイントになります。我が家は結果的に新車を購入しましたが、当初は中古車の購入を検討しておりました。その検討の際に気をつけたポイントがありますのでご紹介したいと思います。1、走行距離・整備記録の確認。中古車を購入する際には
年式が新しいというだけでは安心できません。年式、走行距離、整備記録を見比べて、購入後のメンテナンス費用について把握するようにしていました。2、欲しい装備がついているか。キャンピングカーの使用目的に応じて必要な装備が変わってきますが、料理をしたい方であれば冷蔵庫やシンクは必須ですし、アウトドア好きの方であればシャワーが欲しいかもしれません。欲しい装備がしっかりついているかを確認することが大切ですね。ちなみに我が家のキャンピングカーにはエアコンがないため、最初からエアコンを設置すればよかったかなと後悔しています。3、妥当な金額であるか調べてみる。我が家が中古車を探していた時に、金額は販売店によってかなり差があるなぁと感じました。そういう意味では、欲しいキャンピングカーが見つかった時にはすぐに飛びつかず、ネット等で同じ年式、同じくらいの走行距離、同じ車種の中古車価格を調べてみることをお勧めします。4、専門店で購入する。可能であればキャンピングカーの専門店での購入をお勧めします。購入後に不具合が出た時のことを考えると、やはり専門店での購入は安心感があると思います。またメンテナンスや車検、修理などにも対応しているかを確認しておくことも大切ですね。最後になりますが、キャンピングカーの新車と中古車にはそれぞれ違った魅力があると思います。ですので一概にどちらがいいとは言えません。大切なのはご自身が納得して自分の目的に合ったものを選ぶことではないかと思います。高額な買い物となりますので、購入を考えている場合は気になる車種のキャンピングカーに乗ってみたり、専門のお店で相談して検討してみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンやコメント、チャンネル登録をお願いいたします。